皆さん、ようこそ太陽系の旅へ。今日の動画では、私たちが住む地球を含め、太陽系の惑星を一つ一つ探検していきます。宇宙はどこまでも広がり、そこには無限の可能性が眠っています。それぞれの惑星が持つ特徴や、最新の探査で分かってきた不思議な事実もご紹介します。それでは早速、太陽系の最も内側にある惑星、水星から見ていきましょう。まず紹介するのは、太陽系で最も太陽に近い惑星、水星です。水星は非常に小さな惑星ですが、その密度は高く、地球では次に2番目に高いと言われています。表面は無数のクレーターで発現され、かつての激しい衝突の痕跡が残っています。日中の温度は400摂氏を超えますが、夜には180摂氏近くまで冷え込み、温度差がかなり激しい惑星です。水星には探査機が何度も送られています。特に有名なのは、アメリカの探査機、マリナー10号とメッセンジャーです。これらの探査機がもたらしたデータにより、水星の表面の地形や磁場、詳しくわかりました。今も謎が多く、今後の調査が期待されています。次にご紹介するのは、太陽に2番目に近い惑星、金星です。金星は地球とほぼ同じ大きさを持つことから、地球の双子と呼ばれますが、その環境は非常に近いです。金星の表面は灼熱の地獄とも呼ばれ、温度は約470摂氏にも達します。これは、熱い二炭素の大気の熱を閉じ込める温室効果によるものです。金星には火山が多数存在し、その活動が地表に影響を与え続けています。日本の暁探査機やアメリカのマゼランなどのデータから、金星の地形や大気の動きも観測されています。二酸化硫黄の雲で探索された空は、渦を巻き、強風が吹き荒れていると言われています。地球と似ているようで全く異なる惑星、金星の謎はまだよく考えられています。そして私たちが住んでいる惑星、地球。太陽系の中で、今ここに唯一の生命が存在することが確認されている惑星です。地球には液体の水が豊富に存在し、適切な温度と安定した気候により、多様な生命が主流です。地球には月という衛星があり、その引力が潮の満ち引きや地球の自転の安定に重要な役割を果たしています。地球の奇跡的な環境は、まだ他の惑星には設置されていない特別なものあります。私たちが守り続ける大切な宝物です。次は、赤い砂で更新された火星です。火星は地球からの探査が最も進んでいる惑星で、今も複数の探査者が活動しています。火星表面には、オリンポス山という太陽系最大の火山や、マリネリス峡谷と呼ばれる巨大な峡谷があります。火星にはかつて水が存在した証拠も発見されており、地下には氷が埋まっていても確認されています。今後、有人火星探査や火星への移住計画も進められています。他地人類にとって新しいフロンティアとなりうる存在です。続いては、太陽系で最も大きな惑星、木星です。火の星の特徴といえば、大赤斑と呼ばれる巨大な嵐です。これは300年以上続いている大気の渦で、地球が丸ごと入ってしまうのです。それほどそうです。木星にはたくさんの衛星があり、特に有名なのがガリレオ衛星です。イオには慎重な火山活動があり、エウロパには氷の下に海が存在する可能性があると考えられています。探査機、ジュノーが現在も木星を観測し続けており、その謎に迫り続けています。次にご紹介するのは、美しいリングで有名な土星です。土星のリングは氷や岩でできており、細かい粒子が光を反射することで幻想的な輝きを放っています。また、
土星にはタイタンやエンケラドゥスといった衛星が存在します。タイタンにはメタンの湖があり、地球外での液体の存在が確認されている貴重な場所です。土星やその衛星についての理解が深まりました。次にご紹介するのは、美しいリングで有名な土星です。土星のリングは氷や岩でできており、細かい粒子が光を反射することで幻想的な輝きを放っています。また、土星にはタイタンやエンケラドゥスといった衛星が存在します。タイタンにはメタンの湖があり、地球外での液体の存在が確認されている貴重な場所です。土星やその衛星についての理解が深まりました。これで太陽系の惑星を全て巡る旅は終わりです。個性的な私たちの宇宙には、このように豊かな惑星たちが存在し、まだまだ真剣にやっていない多くの謎が残されています。それぞれの惑星には異なる環境や特性があり、それが太陽系をさらに魅力的なものにしているんです。とりあえずも様々な探査計画が進んでいる中で、火星への有人ミッションやエウロパやタイタンなどの衛星の調査が行われる予定である。今日の動画途中、少しでも宇宙や惑星への興味が集まってもらえたら嬉しいです。ぜひコメントして、皆さんが一番魅力を感じた惑星や知りたいことを教えてください。チャンネル登録と高評価をしていただけると、今後も宇宙の不思議や最新情報をお届けできるようになります。ご視聴いただき、本当にありがとうございました。また、次の動画でお会いしましょう。宇宙で見られる絶景、太陽系の美しい惑星風景。虹は太陽系の中でも、地球では見ることのできない絶景をお届けします。私たちの太陽系には、まるで夢のような美しい風景が伝わっています。さあ、宇宙の絶景ツアーを始めましょう。まずは土星のリングです。このリングは、氷や岩でできて、土星の周りを優雅に回っています。何百万もの氷や岩の粒子が、太陽の光を受けて輝く姿は、次は火星の青い夕焼けです。地球では夕焼けは赤やオレンジですが、火星の夕焼けは青色なんです。この不思議な色合いは、火星の大気が地球とは異なる成分でできているからです。火星の大気中には非常に細かい塵が含まれていて、青い光が散乱しやすくなっています。地平線に沈む太陽の周囲が美しい青色に染まるこの風景は、地球では絶対に見れないこと、火星ならではの絶景です。木星の衛星エウロパの氷の大地も宇宙の絶景の一つです。エウロパは表面が厚い氷に警戒されており、その下には広大な海が存在していると考えられています。氷の表面には様々な形の亀裂や模様が描かれており、光を受けて輝く氷の景色は息を飲む美しさです。この氷の下に存在する海には地球外生命あるかもしれないと考えられていますね。そして、日の星の大赤斑も消えない絶景です。大赤マダラは地球がすっぽりと入ってしまうほどの巨大な嵐で300年以上も回り続けています。日の星の表面には大赤マダラだけでなく、色とりどりの帯状の雲が忘れていて、その美しい模様は日の上を持つ強力な気流によって作られています。木星ならではのものです。次は、金星の厚い雲です。金星の大気は二酸化炭素が主成分で、そこに硫酸の雲が漂っています。太陽の光がこの厚い雲を通り抜けると、
光がかかって神秘的なんです。光景が生まれるのです。貧星大気の思考は地球の90倍以上もあり、下の地表は灼熱の温度。この厳戒な環境が、金星独自の美しさをそのままにしています。太陽系の中には、このように地球では見ることのできない絶景が認められています。それぞれの惑星や衛星が、独自の環境や自然現象によって、神秘的で美しい風景を抱いています。今回紹介した風景は、太陽系のほんの一部です。これからも宇宙探査が進むことで、続く絶景が見えないかもしれません。宇宙の美しさに思いを馳せながら、次の動画もぜひお楽しみに。ご視聴ありがとうございます。とともに太陽系全体がフェードアウトし、次回予告やチャンネル登録をお願いします。もし人類が宇宙に移住する？住みやすい惑星ランキング。今回は、もしも人類が宇宙に移住するかも、ということで、住みやすい惑星や衛星をランキング形式でご紹介します。人類が地球を離れて、新しい惑星で生活するなんて夢のようですよね。どの惑星衛星やが最も住みやすい環境に近いのか、一緒に探っていきましょう。第3位、エウロパ。木星と。3位は木星の衛星、エウロパです。エウロパは厚い氷に築かれた星ですが、その下には広大な海があると考えられています。水が豊富であることは、生命が誕生。エウロパの氷を掘り進め、近未にアクセスする技術があれば、資源を活用しながら生活できるかもしれない。しかし、ここでの課題は氷を掘り下げて海まで到達するための技術です。氷の層は数キロメートルも広がり、強力な放射線にさらされる環境も避けてはなりません。エウロパの近未は、私たちにとって未知の生命が存在する可能性を秘めた魅力的な場所。第2位、タイタン。土星。第2位は、土星の衛星タイタン。タイタンは地球以外で唯一、液体が地表に存在する場所です。タイタンある湖や川には水ではなく、メタンやエタンが流れていますが、一応液体あること自体は非常に広いです。さらに、タイタンには地球のような大気あり、風や雨などの気象現象も観察されています。タイタンに住むための課題としては、氷点下の気温や酸素が含まれていない大きく対応するための技術が必要です。高い場所と言えます。第1位、火。そして第1位は火星です。地球の隣にある火星は、移住先として最も注目されている惑星です。気温や重力は地球とかなり違いますが、火星は比較的地球に似た環境条件ですを持っているため、科学者たちの移住の研究を最も進めている場所です。火星には季節があり、昼夜の温度差があるもの、土壌に水分が含まれている可能性もあります。しかし、太陽。このように私たちの太陽系には個性豊かで魅力的な惑星や衛星がたくさんあります。それぞれの天体が異なる特徴を持ち、それが組み合わされて私たちの宇宙の一部を担っているんです。宇宙探査が進む中で、
地球以外の惑星についてもやがて新しい発見が行われています。いけるのか期待しますが膨らみますね。今日の動画全体的に少しでも宇宙の神秘や夢を感じていただけたなら嬉しいです。CR 謎、太陽系の惑星衛星。今回は太陽系に広がる不思議な謎についてご紹介します。私たちが暮らす太陽系の中には、科学者たちが未だ生きていていない不思議がたくさん存在しています。火星、金星、土星、それぞれの惑星にはまだ知恵を振り絞らないと不明な秘密が隠されているんです。さて、今回はそのいくつかに近づいていきましょう。まずは火星の謎から見ていきましょう。火星にはかつて水が流れていたとされる証拠が多くあります。渓谷や河川跡、そして地下には氷が存在することが確認されています。このことから、かつて火星には大量の水が存在していたのではないかと考えられています。水があったなら、生命が誕生していた可能性もあるかもしれない。NASA は火星での探査を進め、生命の痕跡を探していますが、確実に証は得られていない。に生命はいたのか、火星の謎はわかりません。次にご紹介するのは、地球に最も近い惑星、金星の謎です。金星は二酸化炭素でできた厚く大切に包まれていて、硫酸の雲が漂っています。謎の物質が確認されたことで注目が集まっています。科学者たちは、この物質が光を吸収することで、金星の表面温度をさらに高めていると考えています。中には、生命のような活動をする微生物が雲の中に存在する可能性がある金星の雲の中で起こっているのか、この謎が解明されれば、金星の気候や生命の可能性は大きく前進するかもしれない。続いては、土星の美しいリングについての謎です。土星のリングは氷や岩でできていて、太陽系の中でも特に美しい景色を待っています。しかし、このリングがどのように形成されたのか、今のところ分かっていない部分が多いです。あるのですが、土星の衛星が衝突や破壊によってバラバラになり、それがリングの上になったのではないかとも言われています。リングが持つ限りの謎は、太陽系の成り立ちについての予測となるかもしれない。最後に紹介するのは、日の星の大赤斑についてです。大赤斑とは、日の星の表面に見られる巨大な嵐の渦で、直径は地球を軽く上回るほど大事です。しかるべきことに、この嵐は300年以上も続いているんです。しかし、最近の観測で、この大赤斑が徐々に縮小していることが確認されました。木星の気象の根本的な変化が起きているのかもしれません。私たちの太陽系には、まだ解明されていない謎がたくさんあります。それぞれの惑星や衛星が持つユニークな現象や環境は、科学者たちにとって新たな発見を実現する挑戦であり、また私たちにとっても宇宙の神秘を感じるきっかけとなっています。今日紹介した火星、金星、土星、木星の謎はまだ一部です。これからも宇宙探査が進むことで、新たな発見が期待されています。降るのでお願いしますか？今日の動画が面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメントで皆さんが気になる宇宙の謎も教えてください。
また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。と表示され、次回予告やチャンネル登録ボタンが表示されます。今日は宇宙探査の歴史とともに探査機が解明した太陽系の秘密を紹介します。私たちは探査機の力を借りて地球から遠く離れた惑星の謎を少しずつ見なては歴史に残る探査機たちの冒険の軌跡を振り返ってみましょう。まずは1977年に打ち上げられた探査機ボイジャー1号と2号です。ボイジャーは木星や土系惑星、さらにはその衛星の詳細なデータを収集し、今も太陽系の境界を越えて星空間に到達した歴史的な探査ミッションです。ボイジャーは木星の大赤斑や土星のリング、衛星イオの火山活動など驚くべき発見をもたらしました。そして現在も太陽系を張って地球にデータを送り続けています。ボイジャー計画によって私たちは太陽系の広がりと宇宙の広大さをより実感することができました。次にご紹介するのは1995年に木星に到着したガリレオ探査機です。ガリレオは木星の大気や磁場、そしてその衛星についての詳細なデータを送信してきました。特にエウロパという衛星では氷の下に広大な海がある可能性が示され、地球外生命の可能性が注目されています。また、イオでは熱心な火山活動が観測され、木星衛星がそれぞれ独自の個性を持っていることが分かりました。たのです。続いては、土星探査の代表として名高いカッシーニ探査機です。1997年に打ち上げられ、2004年に土星に到着したカッシーニは、土星のリングや頂上の衛星の秘密を解明しました。最大の発見は、土星の衛星タイタンに液体のメタンが湖や川のように仕方がなかったことでした。生命に必要な成分が含まれている可能性も示唆されました。カッシーニがもたらした土星とその衛星のデータは、太陽系の多様性とその謎に新たな視点を加えることになりました。そして現在、注目されているのが2021年に火星に到着したパーサビアランスです。パーサビアランスは、火星にかつて水が流れていた証拠を探し、生命の痕跡を探すための使命に考えております。火星の大気や地表のサンプルを収集し、将来的に地球に持ち帰る計画も進められています。火星での有人探査や地球外生命の発見に向けた研究は、私たちの宇宙探査の大きな一歩となるでしょう。これまでの探査機は、私たちに宇宙の秘密を教えてくれました。これからも、エウロパやタイタンといった地球外生命の可能性がある天体への探査計画が進められており、新たな発見が期待されています。今日の動画が面白かったと思ったら、ぜひ登録チャンネルと高評価をお願いします。コメントで皆さんが気になる探査機や、今後見てみたい探査先について教えてください。お会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。の文字とともに次回予告やチャンネル登録お願いします。太陽系の未来予測、惑星立ち返る運命とは。今回は太陽の進化とともに変わっていく太陽系の運命についてお話します。今の太陽系が未来にどのような姿に変わっていくのかを見ていきましょう。太陽は今から約50億年後、膨張を始めて赤い巨星になります。膨張した太陽により水星や金星は飲み込まれ、地球も急激に高温化して生命が住めない環境になってしまいます。
変になった太陽は外装を放出し、最終的に白色矮星として静かに生きます。このようにして太陽系の姿も大きく変わってきます。太陽の輝きは地球にも大きな影響を与えます。海は蒸発し、現在のような生命に適した環境は驚いてます。地球が生存可能な惑星であり続けるためには、私たちの科学技術の進歩が大切ではありません。太陽の進化は火星や木星の衛星にも影響を考える可能性があります。同様に木星や土星の衛星では太陽の熱によって氷が溶け、一時的に生存可能な環境が生まれるかもしれません。でも土星のリングは徐々に消えていくと予測されています。このように私たちの太陽系には長い運命が待っています。太陽の進化とともに変わっていく太陽系の姿を想像し、科学技術の進歩が未来にどんな変化を起こすのか一緒に期待しましょう。今日の動画が多かったらチャンネル登録と高評価をお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。地球外生命は存在する？生命の可能性がある太陽系惑星。今回は太陽系の中でも地球外生命が存在する可能性があると注目されている惑星や衛星についてお話します。宇宙には生命が誕生するための条件を満たす場所があるのでよろしくお願いします。じゃあ一緒に見ていきましょう。最初にご紹介するのは地球に最も近い惑星、火星です。火星にはかつて水が豊富に存在したと考えられる証拠がずっとあり、河川や湖の跡が地表に残っています。かの痕跡から科学者たちは火星に微生物のような単純な生命が存在する可能性を検討しています。現在、火星には探査車パーサビアランスが着陸し、生命の痕跡を探すためのサンプル収集を行っています。今後、火星の岩石や土壌が地球に持ち帰られれば、火星における生命の存在がさらに詳しく調査されるでしょう。火星は私たちにとって地球外生命の積極的な候補です。次に注目するのは木星の衛星エウロパです。エウロパは表面が厚い氷に警戒されていますが、その下には広大な海があると考えられています。この海は地球の海用に液体で、生命が存在するための水の供給源となりうる場所です。NASA はエウロパ探査ミッションを計画しており、将来、エウロパの氷の表面を育てる海のサンプルを調査することが目標となっています。この海が持つポテンシャルは未知数であり、エウロパは太陽系内で最も生命の可能性がある天体の一つと考えられています。次は土星の衛星タイタンです。タイタンには液体の湖や川がありますが、それは水ではなくメタンとエタンでできます。タイタンの大注目は有機物が含まれており、微生物のようなものです。生命が存在する可能性も示唆されています。タイタンの気温は氷点下摂氏180度と極寒ですが、仮に生命が存在するかもしれない、地球とは全く異なる進化の過程をたどった生命かもしれません。タイタンは地球外生命の新たな形態を示して与える可能性を秘めています。現在、NASA をはじめとする宇宙機関は、エウロパやタイタンの生命の可能性をさらに調査するための探査ミッションを計画しています。
エウロパクリッパーミッションはエウロパの海洋成分を徹底的に調査するために設計され、将来は氷を発掘して海のサンプルを直接調査することも視野に入れています。また、タイタンへの次世代探査機ドラゴンフライも計画されており、メタンの湖や有機物を直接調査することで、生命の存在可能性を探ります。生命に関する理解が大きく前進します。このように、太陽系には地球外生命が存在する可能性がある惑星や衛星もあります。私たちはまだ知らない生命が、この宇宙のどこかで存在しているかもしれません。宇宙探査の進展によって、いつかその答えが明らかになるかもしれませんね。今日の動画が面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。次回も宇宙の神秘を一緒に探しましょう。ご視聴ありがとうございます。この動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。宇宙のサウンド、太陽系の惑星が奏でる音の世界。今回は太陽系の惑星が奏でる音の世界をご紹介します。宇宙は気にならない無垠の空間だと思われがちですが、電磁波や磁気場の動きを音に変換することで、宇宙の音を感じることができるんです。ここは惑星たちが奏でる不思議な音を聞いてみましょう。まずは地球の音から。地球の電磁波や磁場の動きは、かなり重い音として表現します。特にオーロラが発生する際には、太陽風が地球の磁場と交差することで、かなり重い楽器が鳴る、熱さのような思いが生まれるんです。まずは地球の音から。地球の電磁波や磁場の動きは、かなり重い音として表現します。特にオーロラが発生する際には、太陽風が地球の磁場と交差することで、かなり重い楽器が鳴る、熱さのような思いが生まれるんです。次にご紹介するのは、巨大な嵐と強力な磁場を持つ木星です。木星の電磁波を音に変換すると、激しいうねりの響き、まるで嵐が渦巻くような迫力があります。赤マダラが奏でる音は特に注目され、音全体も300年以上も続く大空の圧倒的なスケールを感じることができます。土星もまた独自の音を持っています。土星のリングにぶつかる粒や氷が聞こえる音は、繊細で穏やかな音です。まるで星のかけらが歩きながら奏でる静かな旋律のように聞こえる。私たちに宇宙の静寂と美しさを感じさせてくれます。土星のリングの響きには、ロマンと神秘が詰まっています。太陽系の惑星が奏でる音は、私たちの地球では感じられない宇宙の音楽を教えます。私たちはまだ知らない宇宙の始まり、これからの探査でさらに発見されるかもしれません。次回も宇宙の不思議な魅力を一緒に探してみよう。面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。太陽系の惑星が奏でる音は、私たちの地球では感じられない宇宙の音楽を教えます。私たちはまだ知らない宇宙の始まり、これからの探査でさらに発見されるかもしれません。次回も宇宙の不思議な魅力を一緒に探してみよう。面白いと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。今回は太陽系の惑星を歩く仮想ツアーにご案内します。私たちが普段見ていることのない惑星の地表を実際に歩くような感覚で、それぞれの惑星がどんな環境を持っているのかを体験してみましょう。まずは火星からスタートしましょう。火星の地表は赤茶けた砂漠地帯で、静かにクレーターや岩石がいっぱい張っています。星の火の重さは地球の約3分の1なので、私たち地球に比べて軽い足取りで進むことができます。火
火星の気温は季節によって大きく変動し、昼間は0摂氏前後ですが、夜になると100摂氏近くまで下がることもあります。炭です。火星には地球のように嵐も発生します。特に砂嵐が時々起こる。ひとたび始まると数週間から数ヶ月も続くこともあります。火星全体を覆うほどの巨大な砂嵐も、厚い雲に包まれた鐘の雨面、地表には火山や溶岩の痕跡が見えるシーン。次に来るのは灼熱の惑星、金星です。金星は470摂氏を超える高温の環境で、地表には火山活動の活動や溶岩流の痕跡があるんです。まるで灼熱の荒野が果てしなく続いて、金星の大気は主に二酸化炭素でできております。そこに硫酸の雲が漂っています。この硫酸の雲が酸性の雨を降らせ、地表を探っているのです。もしこの気づきな環境を、また気圧は地球の約90倍もあり、地表地球では海の底のような圧力が歩きます。金星を歩くには非常に便利な装備と特別な宇宙服が必要です。最後にご案内するのは木星の衛星エウロパです。エウロパの表面は厚い氷で疑われていますが、その下には広大な海が存在していると考えられています。氷の表面には無数の亀裂が走り、氷が輝く様子はとても神秘的です。エウロパを歩いていると、まるで宇宙に広がる巨大な氷の世界を漂っているかのような感覚に包まれるでしょう。エウロパの表面温度は非常に低く、160摂氏にも達します。地表の氷の厚さは数キロメートルから10キロメートルにも及ぶとされ、この氷の下に広がる海は地球の海2倍以上の水量があるかもしれません。この海には熱エネルギーや有機物が含まれている可能性があり、地球外生命が存在する強力な場所としても注目されています。この氷を掘り下げて海までたどり着くことができれば、未知の生物が発見されるかもしれません。エウロパの氷の大地を歩き、氷の下の海を見つめることで、地球とは異なる進化の形を感じることができるでしょう。いかがでしょうか？太陽系の惑星を歩く仮想ツアーを通して、それぞれの星が持つユニークな環境や美しさを感じていただけるのではないでしょうか。を超える自然の驚異が見えてきますね。次回も未知の宇宙を一緒に探索していきましょう。チャンネル登録と高評価をお願いします。CR 謎、太陽系の惑星衛星。今回は太陽系に広がる不思議な謎についてご紹介します。私たちが暮らす太陽系の中には、科学者たちが未だ生きていていない不思議がたくさん存在しています。火星、金星、土星、それぞれの惑星にはまだ知恵を振り絞らないと不明な秘密が隠されているんです。さて、今回はそのいくつかに近づいていきましょう。まずは火星の謎から見ていきましょう。火星にはかつて水が流れていたとされる証拠が多くあります。渓谷や河川跡、そして地下には氷が存在することが確認されています。このことから、かつて火星には大量の水が存在していたのではないかと考えられています。水があったなら、生命が誕生していた可能性もあるかもしれない。NASA は火星での探査を進め、
生命の痕跡を探していますが、確実に証は得られていない。2生命はいたのか、火星の謎はわかりません。次にご紹介するのは、地球に最も近い惑星、金星の謎です。金星は二酸化炭素でできた厚く大切に包まれていて、硫酸の雲が漂っています。謎の物質が確認されたことで注目が集まっています。科学者たちは、この物質が光を吸収することで、金星の表面温度をさらに高めていると考えています。中には、生命のような活動をする微生物が雲の中に存在する可能性がある。金星の雲の中で起こっているのか、この謎が解明されれば、金星の気候や生命の可能性は大きく前進するかもしれない。続いては、土星の美しいリングについての謎です。土星のリングは氷や岩でできていて、太陽系の中でも特に美しい景色を待っています。しかし、このリングがどのように形成されたのか、今のところ分かっていない部分が多いです。あるのですが、土星の衛星が衝突や破壊によってバラバラになり、それがリングの上になったのではないかとも言われています。リングが持つ限りの謎は、太陽系の成り立ちについての予測となるかもしれない。最後に紹介するのは、日の星の大赤斑についてです。大赤斑とは、日の星の表面に見られる巨大な嵐の渦で、直径は地球を軽く上回るほど大事です。しかるべきことに、この嵐は300年以上も続いているんです。しかし、最近の観測で、この大赤斑が徐々に縮小していることが確認されました。木星の気象の根本的な変化が起きているのかもしれません。私たちの太陽系には、まだ解明されていない謎がたくさんあります。それぞれの惑星や衛星が持つユニークな現象や環境は、科学者たちにとって新たな発見を実現する挑戦であり、また私たちにとっても宇宙の神秘を感じるきっかけとなっています。今日紹介した火星、金星、土星、木星の謎はまだ一部です。これからも宇宙探査が進むことで、新たな発見が期待されています。来るのでお願いしますか？今日の動画が面白かったと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメントで皆さんが気になる宇宙の謎も教えてください。また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。と表示され、次回予告やチャンネル登録ボタンが表示されます。